字っていうのは簡単なゴール、これを学ぶとここに到達しますよっていうのが分かっているもの、そこに対して補助となるものが術。表立って出たのは明治維新でしょうかね。その中でずっと防御してたのが、私たちの一族だから完全に消されてます。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレへようこそ。司会進行を務めさせていただきます花宮今です。よろしくお願いします。今回第1回目の出演になるんですけど、まず、私の自己紹介から始めさせていただきます。私は花宮今という名前でして、今までヨガや、瞑想の講師をしながら活動をしてきました。現在は京都の花瀬という山奥になるんですけど、そこで自給自足の生活をしながら樽を知るということを体験しながら生きてます。今回第1回目のテーマなんですけど、真の侍についてというテーマになります。はい、真の侍ですか。はい。まず真の侍とはどんな人のことを言うんですか。真の侍って多分今でこそ真がついて、ね、誠ってついてると思うんですけど、別に侍は侍ですよね。はい、わざとその誠の侍とか真の侍ってさせていただいたのは、今もう武士と侍の違いがもう分かんない状態になっていて、よくね侍なんとかって言ってて戦うことが中心の方多いんですけど、実際侍っていうのは守ることが中心なので、自分から攻め入ることとか戦うこと前提ってないんですよ。限りなく話し合いがあって、その話し合いの中で致し方なしで初めて武力で来るから武力で返すしかないとかね、そういう感じ。それでもかなり譲歩します。本当は守るわけですからね。守った上でやはり相手が攻めた時もうここからは一歩も下がれない状態で初めて、刀を手に取ると、そういう感じですから、まずは考え方がちょっと違うと思ってますね。戦うのが前提、守るのが前提で、それで守る側の方の、本来の役割を持ったことで誠の侍っていう、真の侍って言い方をさせていただいていると、そんな感じです。はい、実際に侍と武士っていうのは戦い方っていうのには違いはあるんですか。戦い方。キックしてる。刀を使ってとか。刀は一緒です。大太刀という太刀を使うのが中心ですし、薙刀太刀が主なものになりますね。内刀っていうのは違いますよ。よくこういう履いてるのを内刀って言って、それは武士の方々がよく履いてるものですけど、こちらはこう履くといって2本のこう紐で吊り下がった形でこういう少し大きな太刀を刀を履いてます。刺すと履くっていう2つ言い方があって、履く方ですね。履く。はい、こう2本で吊り下がってます。刺すのは武士。はい。履くのが侍。ですから宮中といいますか、武家の方でも儀式の時は太刀を履く方もいらっしゃるんでね、どっちが主かですね。儀式的に履かれる方が多いのは武士かなと思います。これも決め事ではないんでね、どういう立場かにもよりますけど、やっぱり正装というと刺すよりも履く方が多い。でその履く方が当たり前といいますか、主武器なのが侍ですね。もともと今これ白衣着てますけど、仮銀とか着ますと刺すとこないんですよ。ですからこういう帯をつけて、そこから2本ピュッと紐、あるいはチェーンって鎖が出て、そこから2本吊り下がっている状態、そんな形の状態になります。じゃあその侍の装備っていうのはその薙刀、太刀、あとはいろいろ細かいのを入れると大体全部入れると10本刀刺すんです。大小入れて。重くないんですか。重いです。重装備。初めてでそれを履いた時立てなかったです。座ってて上がろうとすると立てませんって言ってオチがあったのを覚えてます。その刀自体は1本どれぐらいの重さなんですか。重さは一番軽いやつで2キロぐらい。で通常価値だとね、こういうかなり厚金になるんで、本当5キロぐらいのものありますね。5キロ。ナタみたいな感じ。ナタみたいな根元もぶっといですね。それは鎧ごと切りつけるのが前提。じゃあいろんな種類のを身につけながら戦う。そうです。ただほぼ10本はね清掃的な感じなんで、そこまで刺すことはないと思いますけどね。ただ全部刺すとそのだけになっちゃった。
侍っていうと男性のイメージが強いんですけど、実際には女性もいるんですかね。侍っていうか、うちは男性女性区別ないんで、強い方が強い以上なんで、女性が強いければ女性も侍いらっしゃいました。明治に入る前の最後の通り職の方は確か女性です。で薙刀の名手として名前が挙がってましたんで、はい。真の侍、誠の侍が実際に兼ね備えているスキルとかっていうのは、技術ですか？技術ですね。侍という前提でお伝えすると、古神道と陰陽道と体術という3つの、道という言い方させていただきますけど、この3つを習得することがまず、最低条件ですね。はい。体術と言って術って言いましたけど、実際これは隠すために1個下げて、本当は体道って言いたいところだけど体術にしてます。道と術っていうのは、道があって術。道っていうのは簡単なゴール。これを学ぶとここに到達しますよっていうのが分かっているもの。茶道だと例えばわびさびの世界を境地に達するで茶道っていう道が使われているとか、そういう意味です。何かもう目的っていうか達するものがあるものを道ですから、そこに対して補助となるものが術。補助。道を全うさせるために術があるんです。補助道具とか、英語で言うとツール。だからゴールとツールになる感じです。ゴールに行くための支援できる補助器具というのか補助情報というのか、それが術になりますね。はい、でこの3つを兼ね備えることが一つ侍の、必須条件になります。はい、体術と陰陽道と古神道。はい、そうです。その順番とかっていうのはあるんですかね。順番は特にないですね。むしろ3つ同時にやらないと詰まっちゃいます。例えば古神道だけやっていくと考えだけにはまっちゃうと社会に生かせないとか自分によがっちゃう独りよがりな考え方だと周りとの協調性なくなりますし、陰陽道ばっかりやってると全てなんかこう占いだけで何とかしようとしちゃうと。唯一体術が全部かなってるんですけど、あんまり自分に閉じちゃうとやっぱ社会との接点なくなっちゃうとか、だから結局ずっと3つの三角形を描くようにこなしていくのが一番理想ですね。じゃあこのバランスが大事っていうことですかね。行き詰まったらそこで頑張らなくて、例えば体術で頑張って行き詰まっちゃったら考え方に行くんです。考え方が整うと体って動くんでね。で古神道やっていて行き詰まったらこれは自分に閉じてる状態だから社会に出るために陰陽道するんです。で社会で揉まれてるとまたいろいろとあるんで自分に返っていくんでまた体術に戻るんです。なるほど。それをずっと繰り返します。だから必ずぶつかったら次へ行くっていう、そういうきっかけだって考え方でぐる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 回るんです。それをずっと古神道だけとか陰陽道だけにするとずっと研究者みたいになっちゃう。で旗の活動としては社会を何とかしたいから一人で研究するっていうのはあんまりよろしくないって考え方なんで、旗としてですよ。研究者が悪いってわけじゃなくて、旗との活動として研究者でずっといると引きこもりになっちゃうんで、個人的に引きこもり好きですけど、はい。だけど、やっぱりそこで詰まったら社会に出る。で社会に詰まったら自分に戻ってくるってこの繰り返しをするんです。その時に3つの道があるとすごく調和が取れる。そういう考え方ですね。実際のその侍が活動する時の思想とかっていうのはあるんですか？そうですか。侍というより私個人ですけどやっぱり社会を良くしたいっていうんですかね。社会が豊かになることと社会が調和を保てている状態、自然とか人間だけじゃダメですし社会自然との関わりとかも全部が調和よくなって循環しているっていう一つは理想的な江戸時代みたいな感じ。理想的な江戸時代、当然江戸時代もいい悪いありますからね、極端にこうね人に辛く当たってるような感じもありますしね、だけどその中で循環社会っていう点で見ると江戸時代ってすごい循環社会だったと思うんで、そこがちゃんと今の現代社会にも生かせればなっていう感じで、
それを求めてるか目指してますね。だからお金だけでもダメだし、物だけでもダメだし、そういう形でちょうどいいところ取り。やっぱこのバランス。もうそうです。はい。行き過ぎないのが大事なんですね。社会ばっかり行っちゃうと多分個人として生きづらかったりするし、個人ばっかりとバラバラで全部自己本になってくるんで、ちょうどいいところをこう目指す感じの考え方。だからお金も大事だけどお金ばっかりもいかない。交換するための道具としてはお金は大事なんだけど、お金を持ってから偉いっていうのは思ってないんですよ。そこの両立、ちょうどいいところを探し続ける感じですかね。それを大事にしてます。実際に過去に侍が戦ったという有名なお話とかっていうのはありますか？一番表立って出たのは明治維新でしょうかね。結構裏で暗躍してるって変ですけど、活動はしてます。結構活動支援で出てるのはありますね。一番顕著だったのが蛤御門の変とか。あの辺では出てるのは確認してます。ただ面白いことで、その国立図書館に行った時にその辺の記録のところでね、ある章が学生に抜かれてるんですよ。異様に1枚だけ薄いのがあって、そう戦いの記録が本来ほら普通に例えば1センチだと綺麗に1センチずつ閉じられるじゃないですか。そこだけ半分もないんですよ。綺麗に消されてて、紙が明らかに違うのがパラッと入ってました。それは確認しています。そこは完全に消されてます。ちなみにその蛤御門っていうのは建物なんですか？京都御所のですね、西側にあるすごいちっちゃい門ですね。本当に垣根みたいなちっちゃい門で、見ていただくと分かりますけど、こんな防御力ないって感じ。もう下手したら大人がバーッとのしかかったらバタって倒れるんじゃないかっていうぐらい弱々しい門があります。でそこで薩長ですかね、幕府軍と長州と、あと駆けつけた薩摩藩とかの最後の戦いがあって、そこを突破されるともう御所まで15メートル20メートルもないんですよ。ところがそこから防御抜け入れないんですよ。その中でずっと防御してたのが、私たちの一族だと聞いています。得体が知れないやつらになぜか突破できなかったっていうね、そういう記録が残ってます。500機ほど派遣してるんですけどね。で終わったら500機って500人。のことを機っていうんですか？軍隊なんでそういう言い方してますけど、500人っていうか要は戦闘集団ですからね。が派遣されて、そこで500人の侍が防衛に当たったと。でこっちは死傷者怪我人なし。でちなみに現地集合現地解散なんで足がつかないんです。なんかそんな友達みたいな集合の仕方なんですか？そう。各自が良かれと思った判断で通達をして駆けつけたのは500機いた。そして防衛して徳川慶喜とかが陣立て直した瞬間に撤退してるんですよ。だからそれ間の陣が整うまで西郷とか徳川家が軍が持ちこたえるまで、その間の蛤と乾門の間をずっと防衛してたと。終わった瞬間にはもういないんで痕跡残ってない。ただそれが記録で残っちゃったもんで、そこが抜かれてるのと、それがきっかけで京都のうちの本拠地が明治維新後に解体されちゃったんです。きっかけがそれだったんです。役目を全うしたら潰されたんです。そういう感じですね。やっぱりそういうご子息の方なんかに話があった時はそれ話でね、得体が知れないやつらが助けに来たっていうで残ってるみたいですね。その時に先祖の方々がそこに駆けつけて、実際戦った時になんか支援がして、一般の服着てるから一瞬何者だと思ったらいつの間にかいていつの間にか消えてたって言ってね、そういう話を聞いてへーって言って聞いてましたね。左側ここだけの鎧エビ甲冑とかね言ってコテだけの集団なんです。他は全部服はこういう兵服って言いますか。それで傷一つない。へえ。ここだけ。刀とかは。刀一本持ってここだけです。守りはもうここだけ。ここだけ。あと速度生かして走り回る。で気が付いたらこれを最後途中で川とかに捨てれば町民になっちゃうでしょ。だから最小限の武装で駆けつけてる。じゃあ基本はその生身というか。そう当たんなきゃいいね。その当たらないのを訓練するのも体術。体術はその延長に武術に行くそういう練習。すごっ。
基本ね避けりゃいいって発想なんですよ。じゃあもう切られたりしたらもう終わり。よくやったのここまで刀来たら振れば絶対当たるって言われたんですよ。どうやってこうやって相手を崩すんですかって先代に聞いたら、まず相手が振ってくるでしょ、ここまで来たら切り返せばいいの、絶対相手に当たるって言われて、上に行った時にここで目前まで刀来てるでしょ、で来たら切ればいい、相手は攻撃中だから絶対当たるっていう、そういう発想、へえと思って聞いてましたね。むちゃくちゃなんですよ、はい、確かにそうだと思ってね、この年になって分かりました。あ、確かにそうだ、当時は何言ってんねんと思いましたね。でも今分かるっていう、確かに当たる、やっていくうちにだんだん分かってくる。もうどんだけ理不尽かが分かりましたね。その体術っていうのは今一般的には体って人弁に元って書いたね、はい、そうですね。でもこの体術っていうこの体っていうのは難しい方の漢字じゃないですか。骨が豊かって書いた体の方ですね。その漢字の意味っていうのは骨が豊か。そのまんま。骨が強くないと肉つかないんですよ。で肉がつかないってことは神経が発達しないんですよ。結果体が構成できないでしょ。だから骨が大事なんですよ。まさに骨抜きって状態、骨がスカスカって骨抜きだから、骨の骨密度を上げていくのが実は体術の一番の目的で、毛細血管と神経、この2つを徹底的に鍛えるっていうのが本質です。毛細血管、毛細血管、毛細血管を鍛える、発達させる、隅々まで血管を行き渡されて栄養をちゃんと届ける体を作るってこと。で筋肉が動かないとダメだから、思った通り体が動くことが一番理想なんで、それで末端神経を発達させる、この2つです。だから筋肉つけるのは神経が通ると勝手に筋肉つくんですよ。そういうことです。だから体硬いってことは神経がうまく信号を送れてないんで、それを復活させれば柔らかくなるはず。だから先というか筋肉っていうよりかは神経とか毛細血管。そうで、そのためにはその土台がいるんで骨。だから骨が豊かっていうのはまさにその通り。体を作るのは骨が丈夫じゃないと、そこに乗っかる筋肉がついたら、もしスカスカの骨だったらポキッと折れちゃうからね。そういうことですね。この体っていう骨が豊かっていう漢字は昔の漢字なんですかね。旧字体と言われてますね。昔だから戦前戦中までは骨が豊かな方を体育とか体育って書いてますよ。へえ。この骨が豊かの漢字がしっかり使われてます。はい。それは戦後形に書き換えられたんで、あれはね、動かない個体とか極端に動かないものに対するのが体使うんですよ。じゃあ今はもう動かない。固形っていうかね、無機質とか気体とか液体とかでしょ。ああいう有機物じゃない時に主に使うんですよ。あるいはもう人間も動かないとかね。そうです。ちなみに同じ身っていう字はこれは生贄的なものですね。身？切ったものが身、刺身の身が。はい。ちゃんと意味通りですよ。刺身の身ってね、体って使わないのはそういうの。じゃあその体っていう漢字的にも昔のその骨が豊かっていう人間的に戻していくためにも体術をやった方がいい。本来のね日本のやり方が残ってるんでしたら、僕はどれでもいいと思ってはいるんですけど、ただどうしても見てる限りスポーツの影響を受けているかなっていうところが多かったんで、であれば本来の使い方をお伝えした方がいいかなと。ただ一個とは僕は思ってないです。うちの伝えているものが全てとは思いませんけど、本来の日本の持ってたものに戻るんだったら僕は手段は何でもいいと思いますね。スポーツの要素を外していただいてね。体術ってコツコツ毎日訓練を積み重ねるって聞いたことがあるんですけど、その鍛錬っていうのと修行っていうのは違うんですかね。修行は自己満。自己満。どっちでもいいんですけど、まずは人に見せないんですよ。まずどうしても修行って修行場とか行って特別な場所があって、なんかそれを見に行くのがわざわざ行くって感じ。
だから、普通の生活と修行場って修行するってなんか境界線を僕感じるんですね。鍛錬っていうと歯を磨く、顔を洗う、鍛錬って感じでなんかその生活の延長に入ってる認識です。あくまでも日常の中にある、特別感全くないです。ラジオ体操を取り組んでいる人の延長な感じ。朝こう体を動かすと気持ちいいよねっていう感じ。で淡々とするんです。で短い時間を回数を多くします。朝昼晩5分ずつとか、たまに15分入れるとか、ちょっと今日本気だから1時間入れようかとかいう感じでちょこちょこ入れる感じで特別感全くないです。なんかやってるわって感じで横をスーッと通る感じです。じゃあ日常の中でしっかりこう体が元の体に戻っていって作られていく。日々負荷をかけていくことでそれは普通の負荷だって生活にかかっている負荷だってするとそこを基準に体が発育するんで、だから負荷をかけて休むというよりも淡々と負荷をかけ続けてそれが標準の負荷にしていく感じ。慣れたらまた上げてずっとこうだんだん薄いこの層は積み上げていく感じで気がつけば結構筋力上がってるとかね。で日常なんで疲れにくいんですよ。だからしれっとしての生活の中でやる感じですね。たまに5キロとかのお米出荷する時に手伝いますけどこうポッてこう普通に投げるんですよね。投げる。こうやってピッと投げる。5キロ。それで受けてこうやって梱包していくんで。だからそれぐらいだから当たり前とこうしれっとやってる感じ。たまに忘れててねアルバイトの方たち連れて「はい」と出したら「うわっ!」とか言って「どうしたん?」って言ったら「重いです」って「あごめん」みたいな「これ30キロやった」みたいなそんな感じです。だからここに指に4つでこう20キロふっとかけてこうやって渡すからね。ピッてかけて小指で入ってってそういう感じです。日常の生活。日常。だって入って渡されたらこう20キロあるのザラです。20キロのダンブルをこうやって渡すから知らん子もったらこれ軽いと思うでしょ。ぐしゃーですもんね。そんな感じが日常にあるんです。ちなみに20キロのダンボール意外とこうまっすぐ持つの結構きついと思います。腰とかすごい負担かかりそう。だけど僕ら見てると普通のなんか軽いダンボールみたいに入って渡すんですよ。それぐらいもうしっかり体が出来上がって。できてると思いますね。だから修行よりは鍛錬の方が継続性と上達度は早いかなと思います。コツコツ。コツコツです。その回自覚がないんでね。日常ですもんね。日常なのに、だからたまにさっきのやらかすわけですよ。思わず5キロの投げちゃうとか、取ってみたいに入ってこう球みたいな感じでバーン投げちゃうわけですよ。そういう感じです。ありがとうございます。今回の誠の侍というテーマの回はこれで終わりにしていきます。ありがとうございました。